ご視聴ありがとうございます。グラシと申します。ホロタクティクスファントムペイン嘆きのドレイク、挑戦いたしました。今回はオープニングを短くしたいので、早速ね、チーム紹介していきますが、前回とケルピーと同じね、メンバーなんですが、エリーナと漂白者とタオキ。やっぱね、こちらがね、安心して、いざとなったら被弾してもね、耐えられるし、エフェクトがね、あまり激しくないので、ね、説明もしやすいっていうパーティーになっております。ちょっとね、難易度6の倒し方が、わからないなーっていうね、場合は、一度ね、ご覧になっていただけたらなと思います。一度ね、プレイ動画をご覧になっていただきまして、その後にね、ステータス画面、総合的なステータスだけ、重要なね、ところだけちょっとお話ししていこうかなと思います。自分のね、プレイ動画を見ながら説明ね、してる動画がありますので、もしね、プレイ動画だけじゃちょっとなんでこうなったのかわからないなっていう場合は、そちらもね、引き続きご覧になっていただけたらなと思います。それでは早速、プレイ動画の方をご覧ください。私進化をお見せしま植物だって生きてるんです。行くぞ、この光で聞いてみよう。光を前へ。甘い、行こう。花よ、進化をお見せします。行くぞ、一気に行くぞ。これで終わりだ。砕けろ、隙だらけだ。倒す。任せてください。大きくなれ。進化をお見せします。よっと。行くぞ。甘い、行こう。響け、聞いてみよう。行こう。消えろ。よし。甘い、聞いてみよう。これで終わりだ。砕けろ。一気に行くぞ。追い打ち。行くぞ。隙だらけだ。聞いてみよう。この光で。花よ、進化をお見せします。集え。日向ぼっこの時間ですよ。行くぞ。響け。光を前へ。聞いてみよう。砕けろ。甘い。行こう。ここは冷静に。任せてください。進化植物がない生きてるんです。行くぞ。隙だらけだ。甘い、この光で。
行こう。光を前。花よ。気をつけましょうね。行くぞ。一気に行くぞ。やっせい行こう。好きだろ。ここは冷静に。チャンスはあるはず。食らえ。聞いてみよう。響け。それでは、ステータスの方を見ていこうかなと思います。ベリーナは、表面効率を多めにという感じですね。できたら体力とかね、あったらいいかなと思います。で、一つしていまして、で、武器はバリエーションですね。で、漂白者は、武器はこちらで、全体のステータスがこちらですね。クリティカルが 36% ぐらいしかない感じなんですけど、戦闘時走行効果の付与時で 20% ね、上がるのと、漂白者の共鳴スキルを発動することで、15%、7秒間ですけど、クリティカルが上がるので、70ぐらいにはなりますので、妥協ラインかなと思います。なので、これぐらいあればいいかなと思います。ほとんど多分武器のクリティカル値ですね。おそらく。で、クリティカルダメージが272という感じですね。で、次行きまして、で、タオキですね。タオキに関してなんですが、一つだけ注意点があります。プレイ動画の時よりは、このステータス画面は体力が下がってます。なぜね、そのようなことになったかと言いますと、クリアした後にステータス画面を撮るようにしてるんですけれど、今回はですね、スローモーションを付与するっていうのをね、先に工程をやり始めまして、で、その後に、なんだかんだそのキャラクターの育成をね、ちょっとクリティカルとその繰りだめを、同時にね、音階のステータス、サブステの方にね、厳選をちょっとやり出しちゃったんですね。夢中になっちゃってですね。その厳選中にですね、ちょっとレコードが足りなくなってしまいまして、なんかないかと思って、タオキの音階を、拝借してしまいました。と言ってもですね、無常の詐欺とコストさんの音階1体しか上げてなかったんですよ。もともと。なので、体力が1万ぐらいしかなかったんですよね。なので、そんなあまり気にするほどのものではないんですけれど、ちょっと体力とステータスと見比べたときに、あれ体力、ステータス画面低いじゃん。なんでってなるかもしれないので、ちょっとこの話を入れておこうかなと思いまして、タオキ入れてる理由としては、漂白者にね、共鳴スキルの防御ね、率を高めるのと、収走スキルのね、共鳴スキル、ダメージブーストを付与するためにね、入れてるって感じなので、出すタイミングといったら、最初の時か、強振動をブレイクして、ダウンした時ですね。あとは強振動削る時にちょっと出すぐらいで、誤差かなと思います。一応ね、ちょっとお話ししていこうかなと思いまして。こんな感じです。では、引き続き、画面を止めたりしたところにお話をしている動画がありますので、ぜひご覧ください。それでは、どうぞ。それでは、再生していきます。まずはね、共鳴解放で、光の雨をね、やり過ごして、ここからね、普通に攻撃していきます。払い攻撃が来て、ね、こちらは回避ですね。ロックオンしてくるのでね、これはちょっと嫌ですね。で、ここですね。パリーのタイミングはここでパリで、このパリはですね、どちらかといえばした方がいいかなと思います。
まあやりやすい方だと思うので、来るなって思ったら、このタイミングでパリですね。で、削っていきまして、で、そうすると、こちらですね。最初ね、自分はね、移動するのかなと思ったんですよね、これ。ちゃんとした攻撃なんですね。2回ぐらい攻撃判定があるので、1回避けて、そしたらね、離れるようにね、避けてください。で、反撃とかね、しないように、すぐにはね。で、強振動を削っていきます。で、ここではね、強和破壊使って削っていきます。この攻撃が来るので、このね、回避して。飛ばしてくるのがね、ほんと嫌ですね。で、これがね、刺さるんですよ、ステージ。で、それがね、残ってる。で、それが、このね、攻撃で、なぜか戻ってくるというね。どういう仕掛けで。で、これね、攻撃が来るので、入れ替わって、で、これも回避して、でね、このね、攻撃は結構めんどくさくて、2回回避して、で、また戻ってくると。で、そしたら、これね、また移動するので、削りながら様子見てますね。上から来るので、これも回避して、で、次は、この攻撃ですね。で、これね、回避しながら後ろに行きます。で、ここがね、安全なので、削っていきます。で、そうするとね、後ろ振り向いてね、振り向きざまにね、尻尾攻撃が来ますので、それをね、こう、回避してやり過ごすと。で、不協和値、今溜まって、いつでも打てる状態になっています。強振動ブレイクも、タイミングで、あと少し感じなんですけど、使いません。で、入れ替わったりもしません。なぜかというとですね、今ここね、調節してるんですね。嘆きのドレイクの同ぐらいですね。体力が中間ぐらいになると、下回るじゃないんですよね。なった瞬間ですね。不協和値の無効状態になって、空高くね、飛んでいくんですね。そこを遅らしたいんですよ。ブレイクして。体力を削るために。削りながらね、なんとかここでブレイクして、で、そのブレイクがね、タイミング悪かったんですけど、このね、今回ってますよね。この位置で止まるんですけど、攻撃判定は残り続けてるので、当たらないように、近づかないようにね。で、削っていきます。そうするとですね、高く飛び上がって削れなかったのが、まあその間でもね、高く飛び上がる前に攻撃してれば削れていくんですけど、このね、一撃がでかいんですね。で、まだ使えません。で、ここで変わって、で、そしたらね、ベリーナに交代ね、してましたね。で、ベリーナで、様子見つつ、ここで発動します。そうするとですね、3回ぐらいで、3回回避してぐらいまでね、減らせるので、これがなかったら、6回とか回避してるんじゃないですかね、あれ。結構長いですよね。で、降りてくるので、そこを狙って、で、ここですね。ここで共鳴解放を使って、ここで共和破壊ですね。そうするとひるんでね、ステージに向いてね、火を吐くところをキャンセルして、やり過ごすことができますね。この攻撃は、
最初、冒頭の、あれよりは、ちょっと、範囲が狭まってます。なので、回避をね、必要です。で、これですね。ここが一番、この攻撃が悩みの種じゃないかなっていう。光るんですね。これが、これから攻撃が来るぞという合図ですね。で、ここで回避ですね。で、次これが来るので、回避して、回避して、で、ここでね、攻撃を放っておくと、パリできますね。で、今のですね、この位置がですね、結構重要で、真下とかにいると、このね、今ちょっとこう離れ気味ですよね。結構ドレイクが真上付近だった場合は回避した方がいいかなと思います。パリがね、やりにくかった。それと同時に当たってました。なので、この攻撃の後に、これでドレイクとの位置を決めてください。離れすぎず、近すぎずというか、避けながら、ドレイクに近づかないようにしてください。距離を取ってください。こうやってね、回避しながら、距離をね、保ってください。あまり近づかない方がいいです。ドレイクに。で、そうすると次これが来るんですけど、これ離れてますよね。で、いけそうだなと思ったんで、ここで攻撃してます。ここですよね。結構トラウマな方々も多いんじゃないかなと思います。まずね、上からワーンって来るんですけど、避けてですね、足元からも来るので、離れつつ、距離をね。で、この2撃目ですかね。ちょっとね、時間がね、すぐは来ないっていうね。ちょっと、遅らして、ちょっともう一回見ます。これが出た後、消えて、で、これがね、出現してすぐ回避するんじゃなくて、一回ね、回避してるんですよ。タイミングを見るのに。で、ここだと思って、2回目の回避をしてます。次が、これですね。これがね、1回、2回、3回。で、また逆に来るので、反対に回避して、これも3回ですね。で、次またね、回収しにね、羽がね、戻ってくるので、これはね、長いので、3回回避ですね。で、ちょうど回避した足元がそこだったので、急いで離れてますね。で、上からも来るので、ここ回避ですね。ここはね、もう回避タイムだと思って、もう攻撃はやめちゃっていいんじゃないかな。で、ドレイクが降りてきたら攻撃するみたいな。で、回避しつつ、で、ここはですね、偶然ですね。狙ってやったわけではないんですけど、たまたまね、共鳴解放の無敵時間で助かったって感じですね。で、削りながら、回避して、で、またこう来るので、回避して、で、入れ替わって、距離をね、保ってますね。で、一旦動きを止めて、バフをつけて、攻撃していきます。光が来るんですけど、この光の雨は、これ今3回目なんですよね。2回目よりも範囲が狭まってます。なので、落ちてくるタイミングで回避をしないと、当たりますね。で、また繰り返しで来るので、あんまり近づかないようにして、で、来るので、これはですね、見せ場を作っとこうと思って、やっちゃったっていう。
かっこつけたいわけじゃないんですけどやっちゃった。食らえ。聞いてみよう。響け。やれるかなと思って、やってしまいました。まあね、あそこでね、失敗しても、まあいいやと思って、またやればと思ったんで、やってみたら、成功しましたって感じですね。次がですね、今出てこなかった攻撃モーションがちょっと何種類かあるので、それをね、見ていこうかなと思います。練習中にはやってきてるんですけどね、やってこなかったんですよね。こちらですね。このね、これも結構嫌な攻撃なんですけど、で、次がですね、こうバーって火が来るんですけど、これも結構なんか、やってくる時もあればやってこない時もありますね。これね、なんか泡なのかな何なのかなこれ。来るんですけど、これ今、1種類目、例えば丸いもので下からブレス。で、もう1種類ね、攻撃来たの分かります？ちょっとね、戻します。ちょっと戻しすぎた。で、この後ですね、バーって吹くんですけど、ここですね。ドレイクの左右。右と左側、左右ですね。これがね、飛んできます。これホーミングなんで、バーって、ね、広がってね、来るんですよ。ちょっと見えづらいですけど、今これですね。これがね、バーって来るんですよ。で、これ回避してます。よく避けたな。で、次はですね、さっきとはまた別のパターンですね。今のは同じなんですけど、次に続く攻撃が、これですね。まあ動画見ててね、見られた方、やってきた方いるんじゃないかなと思います。こちらですね。これですね。これが、一回パリね、成功しました。でも強振動は残ってます。結構残ってます。で、次、これ、パリするとね、全部なくなるんですね。2回目パリすると、ここでね、強振動ブレイクできるんですね。まあ、こんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか？話して終わろうかなと思います。エンディングトークに入ります。嘆きのドレイク戦、何度も挑戦いたしました。いや、さすがにね、いろいろとね、詰め込みすぎ、ね、ドレイク。羽のような、鱗のような、何なんですかね、あれね。まだ、はっきり自分の中で定まってなくて、羽なのか、鱗なのか、まあ、翼のね、一部だとは思うんですけど、鱗なのかな？硬そうだもんね。鱗がもう本当に、ホーミングのもあれば、ね、飛んでくるし、戻ってくるし、もうあれがもう本当に、あれがきつかったですね。で、上からもね、降ってくるのもあるし、いろんな攻撃の集大成。一番なんか、最初にやってたらまずクリアできないなっていうやり始めの頃には無理だなっていう感じですね。まあ、とにかくね、ほんと参考程度に、見ていただけたらなって思います。ほんと分かってれば、どういう攻撃で、どこまでの距離まで攻撃が来るのかっていうのが分かってれば、絶対越せるはずなんで、この動画を利用してってほしいなって、クリアするためにね、利用してってほしいなって思います。あと光の雨みたいなね、バトルスタートの最初の頃と、中盤ぐらいかな、体力をね、削れてって、上空で光の雨のなんかホーミングバージョンみたいな、あれを終わって、ステージにね、足がついた時に、なんかの連携から繋がって、光の雨がね、また降ってくるんですけど、範囲が狭まってるんですよ。最初のやった時と、中盤にやった時と。なので、だんだんね、避ける必要性がね、高まっていくっていうステージですね。いやー、やりすぎだと思いますけどね。で、光の雨は、絶対操作キャラの周りに絶対落ちてくるようになってます。なので、
遠くに離れても意味がなくて、ドレイクの周りに落ちてるように見えますけど、違うんですよ。操作キャラの周りに来るので、冒頭試しにね、離れてみても降ってきました、周りに。なんだこりゃ、思いましたね。なので、回避してね、まあ、あれは覚えるしかないね。タイミングとかね。避けれるので、まあ良かったかなとは思いますね。フィールドから発生するような無情の詐欺みたいな、上からバーって羽を飛ばしてくるんだけど、エフェクトが上がって、で、ダメージ食らうじゃないですか。あれはダメだよね。避けれないし、まあ何かまあ、共鳴解放でね、やり過ごすことはできるんですけど、今回のこのドレイクは長いので、まあ1、2発食らうぐらいならまあって感じですけどね。まあ、なので、避けたね、動画を見返してもらって、テンポですよね。降ってきた、避ける、ちょっと待って、避ける、みたいなね。で最後の方の光の玉なんかも、着地した地点にも、光の玉がもう落ちてきてますからね。それだけ落ちてくる速さ、感覚っていうのが短くなってきてるんですよ。最初の頃と、全く同じかって言われると、そう覚えない方がいいかな。最初の頃と同じように覚えてるとタイミングを絶対当たる。なので、そこのところをまあ気をつけるって感じですかね。まあできれば、そうですね。まあやっぱフィービーとか、カルロッタとか、まあそういうので、まあ、の方が楽かな。自分みたいにね、こう挑戦、やり込みとして近距離でね、やるのは、まあ、おすすめしないかな。大変。まず、避けても、鱗に当たることもあったし、ほんとね、やり込みでやろうって思わなきゃ、まずやりませんね。なんか、でもほんと自分が手持ち持ってる、新しいキャラ、エイメスとか、やったりしてますけど、やっぱりエフェクトがね、判断を遅らせるんですよね。なので、そのホロタクはホロタクで攻略の手持ちみたいのを作っといてもいいのかなって思いましたね。とりあえず、まあ次、海の娘をやりまして、一応海の娘、もうクリア練習でしちゃったりしてて、もうファントムペインの一応制覇ということで、一応称号も手に入ってるんですよ。ただ、動画化では、あと、海の娘と、フェイタルエラーとゼノコロッサスがまだなんですよ。でそれもできるだけ同じ編成でやるつもりです。まあ、よっぽど、なんか、陶器じゃ無理かっていうのがあれば変えますけど、とりあえずフェイタルエラーは、消滅の漂白者でやるつもりですね。起動の漂白者でもいいんですけど、どうなんかなーって感じですね。やっぱ、あれが噛み合ってないんですよ。収束スキルがね。だったら消滅でフィールドに消滅フィールドを作ってもらってダメージを与えた方が、やりやすいというか、どうしてもクリアしたい。だけど手持ちで強いはずなんだけど、ダメージも出てるんだけど、なんとか避けきれないっていう場合に、漂白者使ってみたらどうっていう動画を作ってきてるんですよ。見本として動けるように、フェイタルエラーは消滅かなっていう感じですね。やっぱ1万2万ダメージが入ってるだけで違うと思うんですよ。フィールドでね。ちょっと消滅の漂白者も育て出してるので、解説ね、270ぐらい繰りダメがあるので、250ぐらいは消滅行きたいなーって感じなんですよ。とりあえずは。それぐらいいければ、みたいなね。260はきついかもしれないけど、240、50ぐらいはちょっと頑張りたいなっていう感じですね。今後の予定としてね。せっかくね、嘆きのドレイクのね、挑戦の動画なので、ドレイクの話に戻しますが、どうしてもカルロッタとかね、遠距離系ね、じゃないとちょっと無理そうっていうのであれば全然それでも大丈夫です。変装、だからもう1体ですよね。サブアタッカーに漂白者でもいいですし、近距離系ね。あと増幅器も大丈夫ですね。変装スキル、パリーのタイミングで変装スキル発動してもいいんですよ。入れ替えてもパリー判定になるので、
それ結構自分練習中にやったりとか、結構駆使する場面があったりするんで、入れ替えるときにちょっと止まるんですよね。パリ判定の時。なので、もう、ここっていうタイミングで増幅器系でもいいですし、当たる距離のね、遠距離系以外の近距離系に入れ替えてもパリできたりするので、変装スキルで。そういう組み方もありかなと思いますね。パリできたら本当に楽です。嘆きのドレイクは。楽にね、なるはずです。あとは、攻略の仕方は、嘆きのドレイクは本当に、予備動作っていうのが、わかりやすい方なので、準備動作ですよね。振り返ったりとか、ジャンプしたりとか、腕を持ち上げたりとか、回転するのに、急にね、回転するのはないので、動きをため出したら、回る合図だな、みたいな感じで、そういうところを覚えるしかないですね。それでは、これぐらいにして終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、海の娘でお会いいたしましょう。